夢と希望のコスモス公園、藤井悟さんのスピーチです。私は釜石の海岸から約十数キロ山沿いの津波に影響のないところに住んでおります。震災の日は用事がありまして、被害のあった大当の農協に行く途中にこの地震に遭いました。場所は釜石駅の近くだったんですが、今まで経験したことのないこの強さで必ずや津波が来ると確信しまして、すぐさま戻りました。もし戻ってなかったら巻き込まれたのかと思うと、本当にゾッとするところでございます。情報のないまま4日目に浜の方はどうなってんだろうと思って様子を見に行くことにしました。そうしましたら、私が引き戻った前、東側はもう地獄でした。車が重なり合い、うち電柱がもう根こそぎ倒れ、瓦礫の山でした。その時に私は生かされた者として何か貢献しなければならないということを心に思ったのであります。復興も徐々に進みまして、避難所から仮設住宅の建設に動き出しました。カッシ地区には仮設住宅が1000戸も入っています。で、一番最初に用地として使われたのが公園とかサッカー場とか公共用地です。子どもの遊び場が全てなくなりました。それに私は憂い、なんとかこれを作ってやりたいという夢を抱きました。それを決めたのは子どもの日記に涙した時です。それは私の孫の友達なんですが、宇野住まい小学校の4年生の女の子がいつも遊びに来ているんですが、いつもノートを持って遊んでいるんです。そのノートは何なのと聞いたら、津波のことを書いてるんだということで見せてもらいました。そうしましたら、避難の状況を本当に細かく書いてます。まず学校の3階に避難したこと、そこも危ないからそれじゃあ集団で逃げようということで山の方へと3カ所も点々と歩いたこと、途中おばあさんが心臓マッサージをされていたが、あのおばあさん死んだのかなとか、余震のたびにみんな泣き怯え、9歳で死ぬのかなと4回も思ったと書いてます。暗くなってトラックの荷台に乗せられて暗いトンネルを通り避難所に行きました。避難所では夕食はお菓子一切れだったそうです。そして朝食はおにぎり1個だったと。でも美味しかったと書いてます。そういう死の淵を経験した子どもたちがこのうちの近くにいっぱいいるんだということを思ったときに、よし、それじゃあこの子どもたちの笑顔を増やしてやろう。そのためにはやっぱり子どもっていうのは遊び場があれば元気になります。幸いうちにコスモスが咲いている休耕田が3000平米の休耕田がありました。そこをとりあえず公園にしようということで、いろんな人の協力をいただいて公園を作ることができました。今はたくさんの人が来てくれて、平日は遠足なんかで来てくれてます。土日も家族連れでいっぱい遊んで行ってくれます。そういう姿を見ていると、私は子供の心を癒してやろうと作ったのに、なんか自分が癒されるために作ったのかなって今錯覚を覚えているところでもあります。また
ているお母さん方の声を聞くと、震災後は津波を思い出してよく泣いてた子がこの公園で遊ぶようになってから治ったとか、あとは休みは必ずコスモス公園に行きたいって言うんだけども、宿題したらとかお手伝いしたら連れて行くよっていうしつけの国に使っているっていう話を聞いて、作ってよかったなと思っております。この震災では甚大な負の財産を失いましたけれども、この震災があったからこそ体験できたこと、それから一生のうちに一度も会えることのないような人と巡り会えたというプラスの財産もかなりあったということを忘れてはならないと思っております。私はこの公園づくりを通して人と人の絆の大切さ、それから夢っていうのは本気でやると必ず実現するんだということを体験しました。これからも子どもたちの笑顔をいっぱい増やすためにこの公演を継続していきたいということを誓いましてスピーチとします。ご清聴ありがとうございました。